はいどうも、石研のニュース解説のお時間です。今日は知ってるようで知らない従軍慰安婦についてどんな問題なのというところを解説していきたいなというふうに思います。日韓関係っていうのが現在非常に悪化してますけど、その根底には歴史認識をめぐる問題があります。で、中でも従軍慰安婦については90年代以降20年以上にわたって両国にとって大きな争点になってきました。しかしネットにはいわゆるネトウヨによるデマとか左派、いわゆるリベラルって言われるような人たちの議論にも非常に極端なものが多いなということで、今回は一体従軍慰安婦って何なの、そしてなぜ慰安婦が政治問題化しているの、それから強制性とか軍の関与とか慰安婦をめぐる様々な誤解について扱う。そして最後に両国がどうやったらこの問題を解決することができるのか、この4つのパートに分けて解説していきたいなというふうに思います。慰安婦問題を理解するためには歴史的な事実というレベルと政治的問題のレベルってこの2つのトピックが実はあるんですけど、前者については吉見義明の岩波から出ている従軍慰安婦という本と、それからこの回春する帝国畑育彦の慰安婦と戦場のせいというような基本の参考になる書籍があるのと、政治的なレベルについては日韓関係が歴史問題をめぐってどのように変化してきたかという木村寛の書籍が基本的な文献として参考になるので、こちらを参照しながら今日はお話していきたいなというふうに思います。まず慰安婦っていうのは、そもそも何かというところなんですけど、日本の慰安婦っていうのはだいたい日中戦争の頃ぐらいから日本軍の要請によって民間の斡旋業者を通じて集められた兵士に対して性的なサービスをする女性のことを指します。で、慰安婦っていうシステムができる以前から明治時代が始まってすぐにその海外で性風俗のサービスを行う女性、これを唐雪さんっていう風に言うんですけど、唐っていう南とか中国の方に行く女性のことを唐に行く人って言って唐雪さんっていう風に呼んだっていうのが始まりだと言われてるんですけど、こういう唐雪さんっていう女性がいたりとか、日本でも交渉制度っていうものが存在したりとか、慰安婦が出来上がる土壌っていうのは、そもそもあったんですよね。で、ちょっと簡単にその前史というか慰安婦ができる前の歴史からお話しすると、1872年明治5年に芸商妓解放令いう風な法律ができます。で、これ何かっていうと、その徳川時代、江戸時代から明治にかけて人身売買の女性が対象だったと、借金を肩に売られるとか家庭の事情で売春をせざるを得ない女性みたいなのが存在して、人身売買の対象だった女性を解放しなさいという法律ができるわけです。で、翌年には公証取締規則といって、国が性風俗を管理するシステムが出来上がっていきます。それまでっていうのは業者がいて、でそこに女性が売られていって、で民間がその女性たちを自由に身体的な拘束だったりとか、彼女たちが仕事を辞めたいと思っても辞められないみたいなシステムが出来上がっていて、でこれが政府によってこれは近代国家として人身売買を容認するのはいかがなものかということで、交渉制というものが国が娼婦を管理する、そういう意味で公の商と書いて交渉制というのが出来上がってくるわけですね。なんですけど、明治時代その近代国家に参加するための建前としてこれはできていたので、実際には借金などによって自由を奪われた女性っていうのは明治を通じて非常にたくさんいたと。で、ただしその国が性風俗を管理するという風な方針っていうのは日中戦争からその後の太平洋戦争にかけても戦場に持ち込まれていくようになります。で、ここで慰安婦っていうのが一体どんな人たち、どんな女性だったのかというところが見えてくるわけですけど、実は慰安婦の人数っていうのは正確には分かっていないんですね。数万人から20万人ぐらいいたんじゃないかみたいな研究が多いんですけれども、その実際的な数を把握するのは困難だというふうに言われています。国が管理していたのになんで人数を把握できないのという疑問が当然湧いてくると思うんですけれども、これは慰安婦の中にどんな人種構成がいたのかということと実は関係してるんですね。やっぱり日韓関係で問題になってるっていうイメージから朝鮮人が多かったと思う人もいるかもしれないんですけど、内地、つまり現在の日本ですね。当時って台湾とか朝鮮とかそれから満州っていう場所が植民地、今の中国が植民地だったので、日本列島、元々の日本
のことを内地っていう風に呼んでいて、それ以外の地域と区別してたんですけど、内地からも実は慰安婦っていうのは動員されてて、神戸とか大阪とか長崎とかそういった地域から軍が選んだ業者を通じて慰安婦っていうのがピックアップされてた。で、国外だと中国とか台湾とか朝鮮とか、そして実は東南アジアの現地の女性がそのまま採用されるといったこともあったので、その国外の事情もあって慰安婦が一体何人いてどれぐらいいて、実際の生活がどのようなものだったかっていうのは非常に分かりにくくなってるんですね。ただいずれにしても戦地において慰安所という場所に様々な国の、特に朝鮮とかそれから日本の女性っていうのが集められていて、兵士に対して性的なサービスを提供してた。そういった女性というのは非常に自由を奪われるということも分かっていて、そういったところが慰安婦の実態だったというのがまず一つ目のポイントになります。どのように政治問題化していったのかというところが2つ目になります。慰安婦というシステムは日本の敗戦とともに終了していくんですけども、実はその問題が政治化していくには戦後からしばらく時間が経ってからなんですね。慰安婦が実際に日韓の政治問題として浮上してきたのは90年頃です。つまり1945年に戦争が終わって、そこからだいたい40年以上が経過した後に政治化していくというタイムラグがあります。この時期に何があったかっていうと、元慰安婦だったキム・ハクスンが実名で証言を行って日本政府に、自分が慰安婦だった、その賠償をしてくれ、その責任を取ってくれっていう提訴をしたことが一つ契機になったんですね。で、同じ時期に1992年に吉見義明、先ほど本を紹介しましたけど、彼のインタビューに基づいて行われた朝日新聞の報道、これは慰安婦に軍の関与を示す資料と題する報道があって、一気に日韓で慰安婦問題への関心が高まったわけです。で、このタイミングっていうのは当時の宮沢首相が訪韓する韓国を訪れるタイミングだったので、政府としても急に政治問題化したこのトピックに対して非常に対応に苦慮したというような背景がありました。実はもともと慰安所とか慰安婦っていうものが存在したということは、広く知られていて、当時の軍の関与も当然あっただろうと。日本軍に慰安所があるわけですから、軍が関与してたというのは言うなれば当たり前っちゃ当たり前なわけですよ。にもかかわらず、なんで今更政治問題化したのかっていう疑問は当然後からも言われてたんですけど、ここには韓国政治の力学だったりとか、人権問題への意識の高まりだったりとか、そういったところが背景にはありました。で、その政治問題の中でポイントになってきたのが、現在でもよく知られているような、いわゆる強制連行、強制性とか強制連行って言われるトピックです。で、これについては後のその誤解、慰安婦にまつわる誤解のトピックでも扱うんですけども、日韓双方の政府で議論が出始めた頃っていうのは、当然日本軍による強制連行を示すような資料が出てくるだろうと両国は動いていたんですけど、これ実はそういった直接的な関与を示す資料っていうのはなかったんですよね。で、韓国側の慰安婦の証言として結果的にこれは強制性があるよねというような、そういう証言が出てきたりとかは当然あったものの、つまり断りきれないだったりとか、借金とか経済的な事情とか、あるいは身体的な拘束だったとか、おそらく一部ではよりイメージするような強制連行みたいなものはあったんだろうということは言われていても、それが資料に残ってないという意味で、これは両国の政府にとって実は予想外のことだったというのが背景にあります。なので日本政府、韓国政府双方にとって議論が宙ぶらりんになってしまったというのが90年代の注目すべき一つポイントです。で、結局村山談話とか河野談話とか慰安婦に関する政府からの談話、そしてアジア女性基金という日本と韓国が双方協力してこの問題を解決していこう、そのためにお金を出しますっていうような基金が、プロジェクトが生まれたにもかかわらず、結局日本政府もそうですし韓国政府も十分なコミットをしないままにこの前に進めようという動きは何度も頓挫してしまうということで、これが現在でも政治問題化したままというのが、この慰安婦問題が90年から2000年代以降辿ってきた経緯になります。